皆さんごきげんよう、上川かーるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。ウクライナにとって一つ転機となるような出来事が起こりました。それは、ザルジニー司令官が交代させられるというのです。彼は2022年当時からずっと総司令官を務めており、ロシア軍によるウクライナ侵略という国家滅亡の危機に対して軍を指揮し続けました。そして現在戦線が膠着してはいますが、少なくとも初期のプーチン大統領の目指していたウクライナを完全に勢力圏に収めようという目論みは今のところ実現していません。そうした意味では、プーチン大統領の目論みを阻止した人物の一人です。ただし、今回交代することが決まったことにより、ウクライナにどのような変化が起きるかは、これからはよくよく見ておかなければなりません。この人事交代が吉と出るか凶と出るかは、実際のところやってみなければわからない面があり、評価が定まるには、まだ年月が必要となるでしょう。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ザルジニー司令官交代、シルスキー大将が昇格。2、無人兵器軍創設。ドローンの台頭。これはアメリカにも影響します。3、アメリカ軍の開発計画。偵察ヘリ開発中止。無人機開発へ力を注ぎます。4、中ロ首脳の電話会談。今後の連携を確認する動きが報道されています。ゼレンスキー氏、ザルジニー総司令官を解任。反攻不守備で事実上の更迭。ロシアの侵略を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は、ザルジニー総司令官と協議を行った上で解任し、陸軍のシルスキー司令官を総司令官に任命したと発表した。昨年6月にウクライナ軍が着手した反攻作戦で目立った成果がなかったことなどを受けた事実上の更迭とみられる。写真右の人物がザルジニー氏で、左の人物がシルスキー氏です。これまで対ロシア戦を主導し、ウクライナ国民や軍、支援する欧米諸国からの人気が高いザルジニー氏の解任は、ウクライナ社会を動揺させる可能性がある。ゼレンスキー氏は、正直なところ、南部方面での前進の停滞と、東部ドネツク州の戦いの困難さが国民感情に影響している。国民は勝利について語ることが少なくなっていると指摘。そうした状況を打開するために、軍の指導部の刷新を決めたと説明した。ゼレンスキー氏はまた、シルスキー新総司令官について、ロシアの全面侵攻直後の首都キーウ防衛戦や、2022年秋の東部ハルキウ州奪還作戦を成功に導いた経験があるとした。ウクライナメディアによると、アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は、軍の人事はゼレンスキー氏の専権事項だとし、総司令官の交代はウクライナ支援に影響しないとの認識を示した。以前からザルジニー氏の解任については何度となく噂としては出てきました。それはゼレンスキー大統領との確執を伴うといった形で政府と軍の間で圧力が生まれているのではないかといった形で報じられることが多く、あまり良い話ではありませんでした。今回ザルジニー司令官が解任され、そして新しい人物が総司令官に任命されることとなり、少なくとも政府と軍の間における溝はこれでなんとか埋まるのではないかといったことが期待されています。少なくとも政府による軍のコントロールといった根本的な問題がきちんと整理整頓されるというのであれば、それは基本的には良いことです。軍の方が力が強くなりすぎて政府のコントロールが効かなくなってしまっては、そちらの方が大問題です。ただし、そうは言っても実際に戦闘が継続されているわけですが、その中において軍司令官としての力量がザルジニー氏と新しく司令官になったシルスキー氏との間には大きな差があったとするならば、それは戦場に大きな影響を与えますから、今後どうなるかが注目されるポイントです。そして、新司令官となるシルスキー氏についてなのですが、現在までの評判で言うと、ザルジニー氏よりも劣るという評価が一般的です。ただし、じゃあ他に誰がいいのかといった話になった時に、もう一人有力候補として数えられていたブダノフ氏は、情報局の人間であり、大部隊を指揮した経験がないことから、適任とはとても言えないような人物でした。ですから、実際に軍を指揮しているという経験値が高い人物であるシルスキー氏は、順当な人事昇格だとも言えるのです。とはいえ、ゼレンスキー大統領とザルジニー氏との間に確執があったというのであれば、そちらの方をなんとか話し合いでうまくまとめて、2人のコンビであった方が私は良かったとは思っています。ここからの問題としては、新しい司令官になったことにより、無茶な計画や作戦などを発動しないことが重要でしょう。どうしても人事が行われた後においては、組織というものは動揺しやすいものです。
また意思の疎通が図れないことなどもあるでしょう。総司令官の交代に伴って様々なところでの人事異動なども合わせて行われる予定だということですから、今は無理をせず、守りをしっかりと固めることが重要となるでしょう。しかし、そうは言っても戦闘は継続しているわけですから、戦闘に対応するための組織づくりといったものを行わなければなりません。現在、ウクライナではそうした必要性に迫られる形で組織や兵器の開発が進められています。ウクライナ無人兵器軍新設へ砲弾不足が深刻化、兵士の被害抑制にも期待。ウクライナのゼレンスキー大統領は無人機や無人艇に特化した無人兵器軍を新設する大統領令に署名したと発表した。侵略を続けるロシアとの戦闘で無人機を効果的に使うため、専門部隊の編成や訓練の効率化を図る。ゼレンスキー氏は敵の地上部隊の撃退や敵兵器の破壊が主要な役目になると説明し、近い時期に発足させる考えを示した。米欧の軍事支援の遅れで前線での砲弾不足が深刻化する中、ウクライナ軍は無人機攻撃に活路を見出そうとしている。ミサイルより安価で自軍兵士の被害も抑えられるためだ。CNN によると、ウクライナ軍は1月31日から2月1日未明、北海付近で警戒活動中のロシア軍のミサイル艇イワノベツを水上無人艇6機で撃沈した。ロシア側の被害額は最大約100億円と推定されている。1月中旬には前線から 1000km 以上離れたサンクトペテルブルグの石油貯蔵施設に対し、新型の国産無人機を使った攻撃も行われた。生産能力の拡大も進む。ウクライナは今年侵略前の約100倍の年100万台の無人機を生産する方針だ。ロイター通信はトルコの軍用無人機バイラクタル TB2 を製造する貿易企業がキーウ近郊で工場建設を始めたと報じた。このチャンネルの動画ではたびたび戦場の様子についても動画をご紹介しますが、ウクライナ軍の使用しているドローンは明らかにこれまでの戦争よりも大規模なドローン活用が見られます。例えばこちらに紹介している写真はよく使われている前線での攻撃ドローンです。一つは爆弾を抱えてそれを投下することでやって地上の兵士などにダメージを与える攻撃、もしくは左の写真では対戦車弾頭をくくりつけた状態で相手に突撃するパターン。そしてそれらのドローンを誘導するのもまたドローンで、監視用のドローンが高精度のカメラを使って戦場の様子を確認した上で目標を選定し、攻撃命令を味方に発するといったことも日常的に行われています。そしてドローンには様々なタイプや用途が分かれています。大型のドローン、中型のドローン、小型のドローン、それぞれ航続距離が長かったり短かったり、搭載できる爆発物についても重いものから軽いものまで様々な種類があります。そして軍艦を沈めた水上ドローンについても様々な種類が開発され、潜水艦型のドローンなどについても開発が進められています。ここまでは空を飛ぶドローンかもしくは海軍が使うドローンをご紹介しましたが、これからの時代はさらに開発が進められるのが陸上で使われるドローンです。例えば対戦車地雷をより前線運ぼうとした時に敵に見つかれば兵士であればすぐに撃たれて死んでしまいますが、ドローンに抱えさせて前線を送ることができれば人命が失われる危険性がありません。もしくはドローンに重機を搭載した状態で前線に送り込めば、これも兵士を代替する形で攻撃を実行することができます。空と海と陸、すべての領域において無人機開発が進められているのです。ドローン兵器の発達はもはや止めることはできないでしょう。何しろ戦場で求められている以上は、その求められている要求を応えようとして様々な種類や様々な試行錯誤を重ねることによって兵器はより洗練されていくのは避けられないからです。ましてやウクライナ軍、ロシア軍両方がドローンを開発している状況においてそれぞれ切磋琢磨していきますから、この状況からドローン兵器の技術が後退することはありえないと言えるでしょう。そしてこのようなドローン兵器の重要性、そして能力の向上といったものが進められることによって従来の開発計画を見直した国があります。これがアメリカです。そしてアメリカが兵器開発の方針を転換するだけのことが今まさに戦場で起こっているのです。アメリカは様々な兵器類において非常に技術的にも優れていますが、それを支えているのが大量の資金です。
日本の防衛予算が年間で5兆円の時代が非常に長くて、最近になってようやく7兆円規模まで増加しましたが、その間アメリカの軍事予算は100兆円といったまさに桁違いのお金をかけて軍事兵器の開発や配備などを進めてきました。その中で進められていた計画の一つに、偵察ヘリをどうするかといった問題があります。ヘリコプターは一般的に言えば前線に対して物資や人を運ぶのに非常に便利なものです。ただし、現在の戦場においては対空兵器の発達も非常に進んでいて、大型の対空兵器だけではなく、歩兵が持ち運べるような対空兵器もかなり高性能なものとなり、ヘリコプターにとって現在の戦場は非常に危険なものです。もちろん平和な時であれば全く問題はありません。物を運ぶにも人を運ぶにも、ヘリコプターは非常に完成された工業製品であり、ほとんどの場合ちゃんと整備してあれば安全に人や物を運ぶことができます。しかし、戦場においてはもはやそのようなことを言っていることもちょっと難しくなってきました。人が乗ったヘリが前線近くを飛び交ってそれが撃墜された場合においては、人命が失われるということは、その人命イコール多くの訓練などに費やした時間なども全て吹っ飛んでしまいます。もちろんヘリ自体も高額なものですから、損失というものは明らかに多大なものとなり、攻撃する兵器の方が非常に安価であるといったことを考えると、新しいヘリコプターの開発にお金をかけることに意義が見出せなくなってしまいました。ただしこれはあくまでも偵察用ヘリの場合です。偵察用ヘリがいらなくても、じゃあ何で代替するかといえば、先ほどの話にもあったようなドローンです。ドローンにも種類があると言いました。大型のものから小型のものまで様々なものがあります。その中でも大型のドローンの場合であれば、上空監視が24時間できて、その間ずっと地上からコントロールして飛んでいるドローンには人が乗っていない状態で長い間戦場を監視することができるわけです。しかも高精度のカメラを搭載すれば、前線からかなり離れたところから状況を把握することができ、たとえその大型ドローンが撃墜されたとしても、機械の損失だけに留めることができます。ですから、新しいヘリを使うよりも必要十分な性能を持ったドローンを数多く持ち、それを操る人やもしくは将来的にはソフトウェア AI などによる制御で前線の偵察能力を獲得しようという考えをアメリカは持ち始めています。このような流れは基本的な流れとしておそらくは主流となっていくでしょう。兵器類については人間が判断する必要のあるものはたくさんありますが、しかし全ての判断を人間がしなければならないかといえばそういったわけでもありません。例えば戦闘機の開発計画としても、人間が操作する有人戦闘機にプラスアルファ引き連れる形で無人戦闘機を開発しようという動きもありますし、同じく水上ドローンだけではなく潜水艦タイプの無人型ドローンなども当然のようにいずれは注目されることでしょう。そしていずれは無人型の戦車や歩兵戦闘車といったものも実用段階に入るでしょう。すでに開発している企業などもあります。ウクライナの戦闘が続けば続くほど、これらの兵器に実際に戦場に投入され、そこでの問題点が改善され、さらにレベルアップしていくということが重ねられていくでしょう。そしてそこから得られた様々な教訓をもとにして、どのような装備品を整えていけばいいのか、一点物の高額で非常に高性能な兵器だけではなく、安価で大量に数が揃えられる兵器の重要性といったものもこれからは増していくことでしょう。いわゆる数で押しまくる飽和攻撃の能力が上がっていく、その原動力としてドローン、そして今後は AI の発達なども見逃してはいけないというわけです。最後に少し余談なのですが、ロシアのプーチン大統領が中国の習近平国家主席と電話会談を行いました。その中で両国の緊密な関係がこれからも続けていくことを改めて確認し、例えば中国が一つの中国、いわゆる台湾を含んだ状態での国家統一といったものを考えている時において、それらについて他国が何か邪魔するようであれば、ロシアとしても中国の意思を尊重し、海外勢からの影響を排除することにも協力していくといった話をしていました。これは何も新しい話ではなく、以前からの話ではあるものの、そのようなことを改めて確認し合うことで、いずれは来るであろう中国が軍事力を行使するときに、ロシアが今後どのような立場を取るのか、改めて表明するものです。未来に何が起こりうるかはすでに現在の状況からして、ある程度伏線が張られているのは明らかであり、この伏線を見逃してはいけません。もちろん、
伏線回収されない出来事といったものもたくさんあるのですが、あからさまなほどに明らかになっているものに関しては、これを陰謀論だとかありえないだとか想定外だみたいな形で無視するのは得策ではありません。ロシアが軍事力を使っている現実がある以上、中国が軍事力を使わない、絶対に使わないと言えるような根拠などどこにもないのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは地上波のテレビ放送などではあまり取り上げられることのない話を総合的にご紹介しつつ、皆さんの頭の整理整頓に役立てればなと思っています。ぜひともこれからもこのチャンネル動画をご覧ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。